最強を目指した開発計画 MSA0011 スペリオルガンダム。 MSA0011 スペリオルガンダムは小説フォトストーリーガンダムセンチネルに登場した機体で、ダブルゼータガンダムと同時期に開発されたとされる地球連邦軍の試作モビルスーツです。構造としてはダブルゼータガンダムと同じく機体を3機の航空機として運用することが可能で、各種オプションパーツを追加換装した複数の形態を持つことも特徴の一つです。劇中ではアルファ任務部隊に配属された両ルーツがメインパイロットを務め、連邦軍を離反した者たちで結成された敵勢力ニューリサイズと戦闘を行います。上等じゃねえか。俺の技量見ておけよ。ガンダムセンチネルのストーリーとしては、宇宙世紀0088グリプス戦役末期、シャアーズナブルのダカール演説を境にエウーゴより、つまりスペースノイド派に傾く地球連邦政府に標準することを良しとしない地球連邦軍共同団の青年将校が小惑星ペツンに立てこもり、ニューリサイズを名乗って武装蜂起を行った。その反乱に対応するためにスペリオルガンダムを筆頭に新型機を満載したアルファ任務部隊を先遣隊とした討伐部隊を派遣するという流れで展開していきます。開発元はアナハイムエレクトロニクス社で、ゼータ計画における究極のガンダムを目指して開発した第4世代モビルスーツに分類される機体です。開発当初のコードネームはイオタガンダムであり、ダブルゼータガンダムとは別ラインでの同時開発が行われていたため、ダブルゼータガンダムの型式番号である MSZ010 からの連番ではなく MSA0011 が与えられています。最大の特徴はモビルスーツの無人化を最終目標とするアリスが搭載されており、戦闘時の高度な状況判断能力や搭乗者への助言、自動戦闘や自立行動さえも可能であることです。無人化というものがキーワードとなっており、アナハイムエレクトロニクス社の中で究極の兵器とはパイロットの力量にかかわらず最高の戦果をもたらす兵器という製造メーカーとしてこだわりがあり設計された機体です。セミオートによる操縦サポートが可能であり、素人同然のパイロットであってもベテラン並みの機体動作を行うことができるという売り込みを行いました。AE 社内のフラッグシップ機のコンペ結果として、同時期開発のダブルゼータガンダムとの競合に敗れ、生産されたのはごく少数にとどまりました。その要因としては、高コスト仕様であることと、無人機として運用を可能にするアリスシステムに対する地球連邦軍の評価の低さです。特に、アリスシステムの運用には、人間のパイロットが無用化することで既得権益を失うことを恐れた連邦軍の一部の勢力から圧力があったと言われています。機体の構造としてはコアブロックシステムが導入されています。そのため機体は A パーツ上半身、 B パーツ下半身、 C パーツコアブロックで構成され、それぞれが分離しての行動が可能となっています。 A、B、C の各パーツに推進用の熱核反応エンジンを備えており、A、B パーツのものがモビルスーツを動かすためのジェネレーターを兼ねており、両肩両すねに1機ずつ計4機を搭載しています。これによって戦闘中のダメージによって全てのジェネレーターが同時に損傷を受けることはなくなり、戦闘不能のリスクを低減しています。ジェネレーターは余裕を持たせているため、たとえ4機中2機を失っても戦闘継続が可能です。コアブロックシステムが導入された経緯としては、カプセル脱出式のリニアシートでは熱核反応炉の爆発から逃れられないことが多かったことや、無人モビルスーツ構想の試験機でもあったスペリオルガンダムにはメインコンピューターにアリスを採用したことから、アリスを露獲されないためにも当初からの要求性能として充実した脱出システムが必要とされたことが挙げられます。スペリオルガンダムのムーバブルフレームは高度な設計となっており、可変合体式であることに加え、自由度、フレーム数ともに通常の人型モビルスーツの2倍以上になっています。こういった構造の複雑化と設計の困難さによってコストの増大を招く結果となりました。最終的に生産されたのは全4機とされています。兵装として特徴的な装備として頭部インコムがあります。これは優先式の準サイコミオールレンジ攻撃用兵器です。オーガスタ研究所から漏洩した資料によって開発され、3回のビーム射撃を行うとエネルギー補給のため本体に戻る仕様です。ほぼ全方位にオールレンジ攻撃することが可能というモビルアーマー的な攻撃が可能になっています。その他にも数々のビーム砲を装備しています。まずはハイブビームカノンです。これは
ムーバブルフレームによってバックパックと接続されています。比較的コストパフォーマンスが高く、同輸送がファッツにも搭載されています。コンピューター制御により命中率が向上している部分が特徴です。次に大タイプビームカノンです。通常のビームライフルに比べて有効射程、命中精度の点で向上しています。このユニット自体が機体本体とムーバブルフレームで接続されており、射角が広いことも特徴となっています。また強力なビーム兵器であるビームスマートガンを持ちます。ビームスマートガンはスペリオルガンダムのオプション兵装で、大タイプビームカノンの代わりに右側にスマートガン本体、左側にエネルギー供給ユニットをマウントし、これらを機体の前方で結合して射撃姿勢をとり、ムーバブルフレームを介したモビルスーツ本体からエネルギーを併用することで、通常のビームライフルよりも高出力のビームを発射可能です。またエネルギーキャップ式を取っているため、取り回しに優れるという利点もあります。なおスペック上の出力はダブルゼータガンダムの象徴的武装であるハイメガキャノンを上回る出力となっています。スペリオルガンダムには追加武装が装備されたイクセスガンダムが存在します。スペリオルガンダムに計8個の強化パーツを追加交換した形態で、モビルスーツとしての戦闘力が最大限にまで高められています。防御兵装としてアイフィールド発生装置を装備しています。コクピットの防御も兼ね、機体各部の4カ所のジェネレーターから常にエネルギーをチャージし、着弾時コクピットを中心に秒単位でバリアを発生させます。ただし大型モビルアーマーのように常時発生はできない仕様です。火力面ではリフレクターインコムが装備され、疑似的に全方位のオールレンジ攻撃が可能になりました。局所的にアイフィールドを発生させることができるようになっており、優先式のポッドを射出した後に機体から発射したビームをこれで反射することで疑似オールレンジ攻撃を行うという仕組みです。複雑な計算を要求する性質上、アリスのサポート抜きでは使用することはできず、エネルギー容量の関係からエネルギーチャージ1度につき1回しか作動させることができないという仕様です。これらの重装備によって機体重量が大幅に増えてしまったイクセスガンダムですが、背面にブースターユニットを2機装備することにより推進力はむしろ上昇するという結果になりました。スペリオルガンダムはダブルゼータガンダムとのフラッグシップ機のコンペに敗れてしまいましたが、強力な火力で押し切るという設計思想は共通項として見受けられます。劇中ではペズン攻略戦と大気圏際での最終決戦に際し登場し、ペズン攻略戦ではゼータプラスやファッツ、他の両機とともにニューリサイズのモビルスーツ隊と戦闘を行います。そこでは正式採用されなかった究極のガンダムの確かな性能を示していました。スペリオルガンダムが最終的に4機製造されていることと、ダブルゼータガンダムが1機で生産終了したことを考えると、本当にフラッグシップ機コンペに敗れたのか、疑問が残るところでもあります。余談として、スペリオルガンダムの強化プランは無数に存在しますが、その中で有名なものとしてディープストライカーと呼ばれるプランがあります。かの GP 計画におけるデンドロビウムを彷彿とさせる進行基地艦隊攻撃仕様の突撃形態です。しかし天文学的なコストがかかる上にシミュレーション上にてアンバックスがまともに機能しないことが分かり、モビルスーツの意味がないと判断されペーパープランに終わりました。しかしその人気の高さから2018年マスターグレードシリーズで模型化されており、ペーパープランではなくなっています。名称についてもいろいろな変遷を得ています。最初にデザインが行われたのは逆襲のシャアの内容が徹底されるより前だったので、ニューガンダムの初期名であるハイエスガンダム、シャアを超えるガンダムからハイを引いた S ガンダムという仮名で企画されました。そしてスペリオルガンダムという設定が完成したものの、結局はスペリオルという名称の都合で商標登録ができなかったため S ガンダムという商品名でプラモデル化が行われました。ちなみに私は幼い頃初めて買ったプラモデルがイクセスガンダムだったりします。本日の内容は以上です。ご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。